こんにちは、粟田洋介です。今回は作品を入れる箱を作っていきます。すごい簡単な方法で作品の大きさに合わせて作れば平面の作品でも立体の作品でも入れることができます。それで今回は立体作品を入れる箱を作っていきます。市販の額を買った時に箱がついている場合もあるんですが、箱がついていない場合もあります。そして立体作品は自分で作ったものですから、もちろん箱はついていません。その作品の大きさに合う箱が見つかればいいんですが、ない場合は自分で作ります。ですが正直言って私は箱を作らないことも多いです。でも箱があることのメリットはたくさんあって、例えばお客様がプレゼント用に作品を買った場合は箱がついていた方がいい場合もありますし、プレゼント用じゃなくてご自身のためにお買い上げになったものでもお持ち帰りの際に箱がついていた方がちょっと安心する場合もあるかもしれませんよね。また作家自身も箱に入れることによって持ち運ぶ時に作品に傷をつけたり破損したりする可能性が低くなります。また保管しておく時も箱に入れておいた方が作品に傷がついたり壊れたりするのを防ぐこともできますよね。でも一手間かかってしまうので私は箱を作らないことも多いんですが、今回は作ろうと思っています。それで今回は立体作品を入れる箱を作っていきます。これは B4 サイズぐらいですかね。結構厚い厚紙を使います。100均で4枚100円で買ったものです。この間別の動画で作ったこの猫の立体作品、これを入れる箱を作っていきます。そして箱はこの作品の大きさに合わせて作るので、作品の大きさを測っていきます。ここにマスが書いてあるんですが、横の長さがここまでなんですよね。ここだったから 8.5 センチにしてみます。で、この横はちょっと余裕を見て10センチあればすごい余裕です。9.5 センチでも余裕かな。高さはここが一番高いんですが、11.5 センチぐらいなんですけど、12センチぐらいにしようかな。そんなわけでこの厚紙で 9.5 センチ、8.5 センチ、そして高さ12センチの箱を作っていきます。したらとりあえずここに線を引いていきます。8.5 だから 8.5、9.5、8.5 で 9.5 で、今度ここにのりしろをだいたい2センチ 1.5 センチぐらいかな。いいや、2センチ残します。で、この反対側にも 8.5 9.5 8.5 9.5 で2センチ、この部分ですね、ここを切ります。ここの部分は必要ないので切ります。それでここに線を引いていきます。曲がってるな。まあいいや。まっすぐ線を引くのは私は苦手です。で、ここですね。ちょっと薄い線を引いて、こう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 って感じで作品が入るところになります。そして、こっち側が箱の底の部分になるんですが、何センチにしようかな。8.5 の半分が 4. 点いくつだから2センチのしろを取って、下の部分を6センチにします。箱の底の部分を6センチにして、ここから12センチ。ここが箱の高さになります。で、ここが箱の上の、箱の蓋の部分ですね。これが 8.5 センチよりも1センチ大きくなりました。ギリギリかもしれないけど、まあいいや。今度は切れ目を入れていきます。線に合わせて、ここまで切るんですね、ここは。この線のところまで切ります。こっちは線のところから最後まで切ります。切れたかな？切れてない。こんな感じですね。で、こっちも、ちゃんと切れてるか確認します。ここまで切りすぎちゃったけど、まあいいや。で、最後はくるっと回して
でここから切ります。ここまで。で、ここから切りました。そして今度は最後ですね。ここの部分を切り取ります。切れてなかったけど、いいや。あと切り取る部分もう一箇所。ここの部分ですね。ここを切り取ります。そしてここを切り取ったら紙を折っていきます。紙を折るときに定規を2つ使おうと思うんですが、この部分ですね。ここの線に合わせて定規を置いて、で、もう一個の定規を下から入れて、こうやって持ち上げます。手でこうやって折ってもいいんですけど、ちょっとこの部分が汚くなっちゃうので、こういうので折ると、この部分が手でやるよりは綺麗に折れます。こういう部分にちょっとこういう感じの跡がつくんですけど、折り方によってはもっと汚くなります。今度はこっち側に折っていきます。そうしたらここに接着剤をつけます。ここにこんな感じですね。こっち側をこうやってこっち側にも接着剤をつけて、こんな感じですね。で、ちょっとまだ乾いてないんですけど、大きさはいいようですね。ちょっと緩いぐらいなんですけど、小さすぎるよりはいいですね。例えばこういうもので包んで、それでこの中に入れて、蓋をして、そうするとちょうどいいんですね。蓋の部分なんですが、こうなった時に、ここをもっと余らせたかったんだけど、こんなちょっとしか開いてませんね。印をつけて、こんぐらいかな。この部分を印に合わせて折ります。そしてちょっとここを切って、ここをちょっと丸くして、ここにこんな感じ、こういう風に蓋になるんですが、この部分を入れやすくするためにここの部分もちょっとカットします。こんな感じかな。ちょっと大雑把に。こうやったかな。こんな感じですね。すると蓋がしやすくなりました。こんな感じで箱ができました。箱こんな感じでこれを入れて、これで巻いてもいいんですね。ちょっと高さも余分に取ってあるので、こんな感じで蓋をして、で完成です。でさっき作ったのはこれなんですが、実は他にも箱を作ってて、これちっちゃいやつですね。こんな感じでこの部分が長く余ってたので、こんな感じで蓋が閉まるんですが、蓋
蓋を開けると、ここから黒いのが黒猫が出てきました。これもこの間のオリーブの木で作ってあります。これは何だろう。こんなのが出てきました。で、これが、ここからもこんな、これは座ってるやつですね。この前足の部分はここに穴開けて枝を差し込んだんですけど、これはもともとあった枝で、この太い枝から細い枝がこうやって生えて、天然のそのまんまの感じです。あともう一個作ったんですが、丸い部分ですね、輪切りにした部分を横にして、この木の枝がこんなになってます。これもこんな感じでこれ面白いなと思って、ここを尻尾にしました。これの箱はまだ作ってないんですが、これらはオリーブの木で作りました。で、他にもあるんですけど、これはこんな感じで、この部分キャンバスなんですけど、この木のところに針金をこうやって出して、これとかは麻の縄なんですけど、ぐるぐる巻きにして、この部分とかキャンバスとかを貼って、こんな感じのものを作ってみました。あと2つあるんで、ちょっと、こんな感じのと、こんな感じのものですね。こんなのを作ってみました。これはちょっと薄っぺらいんですけど、こんな要領で作れば、この薄くしたり、ちょっと大きくしたりして、平面作品用の箱もこの作り方で作れます。この間の動画では、ちょこんと押すと簡単に倒れてしまうのが欠点です。この前足の方を後ろ足みたいに斜め前に出せば、この重心的なバランスが良くなったんじゃないかと思いますが、見た目のバランスはそんなに悪くないんじゃないかと自分で思っています。この足のバランスが悪くて簡単に倒れちゃってたんですが、あれからちょっとこの角度を直して、そんな簡単には倒れないようになっていますが、強く押せば倒れますけど、この間よりは全然良くなっています。ということで今回は作品用の箱を作ってみました。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。